難しいな。結局あそこを 3-0 で仕留めなきゃいけなかったんでしょうね。24、21だったかな。そこから追いつかれてジュースで負けたでしょ、3セット目。だから結果論ですよ、あくまでも結果論だからその時は分かんないんだけど、あそこで仕留める、もう勝ったと思ったような気がするんですよ俺は。ひょっとしたらいけたなって。でそこにひょっとしたらそんなことないって言うかもしれないし、そんなことないんだと思うんですけど、時間が戻るんだったらなんか僕も勝てたと思ったから、だからみんながそういう心理状態になったのかなって思うんですよね。あれ勝ったら分かんなかったですよ。4つ入ったらノリノリになるから。でもやっぱりいやギリギリのところでやってたと思いますよ。いいチームだったと思う。でそこに競り合えるだけのそのメンバー構成なり技術的にメンタリティーも、僕はあえて言うんだったら立派だったと思いますけど、結果はやっぱりベスト8止まりだったんで、やっぱ何が足りなかったかっていうと、やっぱりもっともっとデリケートに、日本人しかできないような、だいぶそれをもう本当にすごくいいバレーしてると僕も思ってるし、で女子に関してはやっぱ古賀一本、古賀は頑張りました。確かに素晴らしい選手だけど、まだやっぱり世界のトップに比べるとやっぱりちょっと身長で頑張ってますよ。あれでもう一枚石川の体格が古賀でもう一枚、林も頑張ってますけど駒が足りないかなって、女子の場合は。だけど強くはなってます。でそれを支えたのは多分岩崎でしょうね。すごく安定感出して頑張ってたように思います、女子の総括としては。バイプレーヤーがみんなちょっと多いなっていう、絶対的エースっていうか、宮浦も西田もいい選手ですよ。身長であれぐらいのあれでも世界と渡り合える、素晴らしい。ただ世界のトップってことになるとそこなんじゃないかなって僕は思いますね。そのためにはやっぱりどれぐらい今回の負けが、石川なんかもすごい悔しがって、でそれをやっぱり負けたくないっていう気持ちが強くなるね、力って僕はついていくんだと思いますよ。そうですね。でそこで残念ながらもうそのまんまカムバックできなかったっていう選手もいるわけじゃないですか。それはもう人間だからいろんな状況もあるだろうし、だからスポーツは感動を与えるんだと思いますけどね。